はー、みーちゃんです。今日は、ワーキングホリデーでニュージーランドに来ているなるさんにファームジョブについてインタビューしていきたいと思います。ニュージーランドに来てから結構ファームジョブやる方が多いと思うんですけど、実際どれぐらい稼げるのかっていうのが皆さん気になってると思います。今日はたくさん質問用意してきたので早速聞いていきましょう。では早速始めましょう。なるさんです。どうも、はじめまして。ニュージーランドでワーキングホリデーをしているナルです。では早速始めましょう。まずどうしてストロベリーファームで働こうと思ったんですか？僕の場合は、ニュージーランドで、ファームジョブをして、ビザを3ヶ月伸ばすために、ファームジョブを始めました。あとは、自分の経験として、一回海外でファームジョブをやってみたいなと思って、今、イチゴのファームで働いてます。はい。仕事はどうやって見つけましたか？今のストロベリーファームは、ピックニュージーっていうウェブサイトで見つけました。他にも Facebook とか見てたんですけど、ピックニュージーが一番僕的には手応えがあっておすすめです。はい。はい。次は、実際に働いてみて最初の印象はどうでしたか？実際に働いてみた印象としては想像通りの本当に仕事内容で、意外だったのは畑で働く人の数が100人ぐらいで働いてて多いなってところですね。お金のことについて聞いていきたいと思います。時給制なのかピースレート制なのか教えていただけますか？はい、今僕が働いているいちごファームは、時給制です。時給が23.5ドルで、まあまあ大変ですけど頑張ってます。いくら収穫したとしても変わらない。そう変わらずで、まあでもちょっと遅いと注意されるというか、おそらくクビになる可能性もあるので、まあ自分のできる範囲で頑張ってます。はい。一日の勤務時間はどれぐらいですか？1日の勤務時間はだいたい6時間です。朝の8時から2時前後ですね。その間休憩とかはあるんですか？休憩は30分あります。その間にご飯食べたり、お手洗い行ったり、そんな感じですね。週や月でどれぐらい稼ぐことができますか？週や月でっていうのはちょっと難しいんですけど、今僕が働いてるストロベリーファームは、今現在まではオフシーズンであんまり仕事が不安定で、多くて週4日働いて420ドルでした。1日100ドルちょっとって感じですね。稼げる人と稼げない人の違いってありますか？時給制なんで、稼げる額はみんな一緒なんですけど、仕事が遅いとクビになる可能性もあるので、クビにならない程度に頑張ります。そして稼ぎたい場合はオフシーズンに働くことが重要かなと感じました。ピークシーズンとオフシーズンではどのくらい違いますか？僕が働いてから、今2ヶ月ぐらい経つんですけど、天気とかいちごの畑の状態によって仕事がない週もあるんで、オフの時はもうゼロ、収入ゼロです。えまだこれからなんですけど、これからピッキングシーズンが始まったら週5日6日働ける週もあるので、まあ、600ドルぐらい週に行けるかなってところですね。税金や家賃、生活費を引いた手取り額を教えていただけますか？はい、さっき言った、週420ドルの手取りから、週420ドルは税金は引かれてます。そこから家賃や生活費引いた350ぐらい僕は払ってるんですけど、残りは70ドルぐらいかな。こんな感じです。はい。では実際どんな作業をしているんですか？と、
僕が今作業してるのは、プルーニングっていう作業工程で、いちごの苗の手入れをしたり、雑草を抜いたり、その後に、肥料をまいたりっていう工程をして、この後から、ピッキングのいちごの収穫シーズンに入っていきます。体力的、精神的に辛かったことはありますか？と、体力的に辛いのはやっぱり足腰。本当に、地面にあるいちごの苗を、手入れしてるんですけど、本当に足腰がとにかくきついです。精神的には僕は大丈夫なんですけど、やっぱりその仕事、収入の不安定な理由から、やっぱ、精神的にきつくなる人もいるかなと思います。天気や日焼け、虫などで大変だったことってありますか？天気が不安定なオークランドで、その雨の日も作業するんで、体調管理、体温管理はちょっと大変でした。それと、えー畑での作業、トイレが仮設トイレか、天然トイレだったりするんで、苦手な人はちょっと、僕は家で、用を済ませてから仕事に行くようにしてます。職場の雰囲気はどうでしょうか？日本人がいたり、外国人がいたり、その辺をちょっと具体的に教えていただきたいです。はい。具体的にだと、まずは、半分以上が、中年以上の方を、多分奥さんがおじさんの世代が多くて、で、アジアの人が多いかなっていう印象です。ニュージーランドの人は2割ぐらいで、比較的落ち着いてる人たちと働いてます。若い人もいるんですけど、本当に2割ぐらいかな。日本人は僕を含めて4人です。で、日本人の人はみんな知ってるんですけど、他は、中国からだったりインドネシア、アジアの人が多いです。ほとんどですね。住んでる場所や生活環境はどうでしょうか？はい。今、僕はウエストオークランドに住んでるんですけど、個人的にはオークランドの街よりも、街の生活より、好きですね。田舎暮らし、え田舎暮らしって感じの暮らしをしてます。通勤手段や移動手段はどうしてますか？僕は車を買って生活車で通勤、普段の生活も、行っております。車がないと田舎での暮らしは不便かなと思います。食費や生活費はどのぐらいかかってますか？はい、週の食費がだいたい100ドルぐらいで、あとはガソリン代が50ドル、家賃が190、そんな感じですね。休みの日は何されてるんですか？休みの日はカフェに行くことが多いです。で、その他、ドライブ、あとハイキング、で、友達と遊んだり、ビリヤードをしたり、あとは勉強、ジム等もやってます。この仕事をして良かったと思いますか？もちろん、経験や、話のネタにもなるし、このファームを始めることによってつながった人たちも貴重な出会いだなと思ってます。これからファームジョブをする人にアドバイスするとしたら何でしょう？そうですね。やりたいことを明確にしてファームに行くのがおすすめです。もし稼ぎたい人の場合は、ハイシーズンに行くことをおすすめします。その仕事はどんな人に向いてると思いますか？それと逆に、どんな人に向いてないと思いますか？のんびりとした田舎暮らしを送りたい人にはおすすめかなと思います。向いてない人っていうのは特に思い浮かばないんですけど、車がある方が圧倒的に便利だと思うんで、ぜひ車の購入を検討してください。以上でなるさんに、ファームジョブについてのインタビューをさせていただきました。ありがとうございます。こちらこそ。
はい、皆さんどうでしたか？このファームジョブについてのインタビューについて質問がある方はぜひコメントしてください。今アルバートパークにいるんですけど、桜も咲いててめっちゃ綺麗です。来たことない方はぜひ来てみてください。チャンネル登録も忘れずにお願いします。それではまた次のビデオで。バイバーイ。